おはようございます。ケンです。今日は2025年4月のテスラに関する最新動向を月間まとめとしてお届けします。この4月はテスラにとって試練と進化が同時に押し寄せたまさに激動の1ヶ月となりました。株価の乱高下、ロボタクシーの新展開、エネルギー事業の拡大、さらには世界各地での様々な動きまで目まぐるしく変化するテスラの今を追いかけます。毎日テスラ情報をチェックされている方、忙しくて追い切れなかった方も、この動画1本で4月の重要ポイントを一気に把握できるように構成しています。それでは4月の第1週から順番にテスラの動きを振り返っていきましょう。では4月の第1週ですけれども、テスラは危機と進化が交差する1週間となりました。まず、イーロン・マスクさんはアメリカグリーンベイでタウンホールイベントを開催しました。そこで政府の無駄を省く新たな省庁である同時構想を提案し、テスラの効率重視の思想とも重なるビジョンについて語りました。一方でヨーロッパではショッキングな事件も起きました。イタリア・ローマでテスラ車17台が放火される事件が発生し、アナーキストグループの関与が疑われています。販売面では中国市場で週の販売台数が 2.1 万台と今年最高を記録しました。しかしフランス市場ではテスラの販売が 36.8% 減少し、欧州市場では明暗が分かれる結果となっています。また注目を集めたのがサイバートラックの水上走行映像です。SNS 上で拡散され大きな話題となりました。4月3日には2025年第1四半期の納車台数が発表されました。前年同期比で 3.6% 減となり、ブランドイメージや中古車市場価格への影響が懸念されました。しかし中国市場ではモデル Y が3月の販売台数トップを記録し、日本では新型モデル Y の市場がスタートするなど、地域によっては明るい動きも見られました。さらに FSD のロボタクシーの開発が進んでいる兆候もありました。カメラが増設されたモデル3のテスト車両が目撃され、ロボタクシーへの期待感が高まっています。4月4日には販売台数減少を受け、一時的に株価が 6.4% 下落しましたが、その後 5.3% 上昇に転じました。背景にはイーロン・マスクさんが同時プロジェクトから退くという報道もあり、投資家の心理に安心感が広がっています。またエネルギー事業では蓄電池の導入量が前年比 156% 増と力強い成長を見せました。人型ロボットのオプティマスの進化映像も公開され、自然な歩行動作に注目が集まっています。ただし、一部のアナリストからは、業績は災害級と厳しい指摘も出ていて、楽観視ができない状況も続いております。この第1週はテスラの課題と希望が交差する非常に象徴的なスタートとなりました。では続きまして第2週ですけれども、テスラは FSD の世界拡大と関税リスクという明暗が入り混じる局面に突入しました。まず FSD、いわゆる完全自動運転の監視付き機能についてヨーロッパで大きな動きがありました。オランダのアムステルダムでは公道での FSD テスト映像が公開され、規制当局の承認待ちの段階に入りました。テスラの副社長のアショックさんも FSD が中国に続きヨーロッパでも拡大中であることを強調しています。アメリカでは FSD のアーリーアクセスプログラムの拡大も始まっています。AI4 搭載車両を対象に一部のユーザーに案内が送られ、本格展開への布石が打たれました。同時に車両の安全機能も進化しています。2025.2 ソフトウェアアップデートにより、キャビンレーダーを使った全席占有検知機能が稼働開始。さらに第3四半期には、子供の置き去り検知機能の追加も予定されています。一方で、ホンダとスズキがテスラの EU 排出権プールに参加するというニュースもありました。これによりテスラは EU 規制への対応を強化し、他社との連携で排出クレジットを有利に活用する流れが加速しています。しかし、ネガティブな材料も浮上しました。ウェドブッシュ証券がテスラ株の目標株価を550ドルから315ドルへ大幅引き下げしました。理由はブランド既存リスクへの懸念です。一方でバッテリー分野では明るいニュースもありました。
テキサス工場では4680バッテリーの生産コストが外注コストを下回る水準に達し、生産ペースも加速しています。市場全体では FSD と競合するウェイモとの比較レポートも話題となりました。クリーンテクニカの記者はウェイモの運転体験について安心感ではウェイモが勝るとコメントし、FSD の今後の進化に対する期待と課題を浮き彫りにしています。政治の面ではトランプ大統領が輸入品への関税強化方針を発表し、テスラを含む EV 産業全体に影響を与える可能性が指摘されました。これに対してイーロン・マスクさんは、米欧間の自由貿易圏構想を提唱し、関税リスクへの対抗策を打ち出しました。この2週は FSD を中心に前進がありつつも、関税やブランドリスクといった外部要因への警戒感が高まる1週間となっております。では続きまして第3週ですけれども、テスラは訴訟リスクと供給網の不安、そして製品評価の高まりという対照的な動きが見られた1週間となりました。まず大きな話題となったのが、モデル Y のオーナーによるテスラへの提訴です。走行距離、いわゆるオドメーターが実際よりも多く表示され、保証期間が早く切れてしまったとして訴訟が起こされました。この問題はテスラの保証制度への信頼低下につながる懸念もあります。一方でポジティブなニュースもありました。人気ポッドキャスターのジョー・ローガンさんが FSD のスーパーバイズドを体験し、魔法のようだと絶賛。テスラ公式もこれに呼応する形でロボタクシー構想の利便性を改めて強調しました。販売面ではサイバートラックに大幅な値引き施策が導入されました。2024年のモデルが最大$1550の割引対象となり、さらにスーパーチャージャーの無料特典も付与されています。在庫調整の狙いも見えますが、消費者にとっては魅力的なオファーとなっています。サプライチェーンの面では不安要素も浮上しました。テスラのバッテリー供給を支える CATL に対して、米議員が圧力を強め、支援中止を要請しました。これにより、テスラのバッテリー供給網に影響が出る可能性が懸念されています。さらにフリーモント工場における人種差別訴訟が和解に至ったという報道もありました。非公開での和解となりましたが、ESG リスクとしての影響には引き続き注意が必要です。そんな中、モデル3はズトビロ調査で最も経済的な EV に選ばれました。100マイルあたりの走行コストが最も安く、購入後のコストパフォーマンスの高さが再評価されています。機能面ではサイバートラックがアダプティブヘッドライト非対応であることが判明しました。他のモデルには搭載されている機能だけにハードウェア制約による差別化が議論を呼んでいます。この第3週は短期的な懸念とテクノロジー面でのポジティブな動きが入り混じる非常に揺れ動いた1週間だったと言えます。では最後の第4週ですけれども、テスラはロボタクシー革命と成長分野の加速という大きな転換点を迎えました。まず注目を集めたのはテスラ株の急騰です。この週最終的にテスラ株は 9.8% 上昇し$280台を突破しました。背景にはアメリカ政府が自動運転車両に対する規制緩和を発表したことがあり、ロボタクシー市場拡大への期待が一気に高まりました。テスラはロボタクシープロジェクトであるプロジェクトロデを本格始動させました。テキサス州オースティンで300人規模の社員テストドライバーを投入し、実証運行を開始しています。6月からは正式な商用運行が予定されています。また、イーロン・マスクさんは自身の活動について、今後はテスラにフルコミットすると明言しました。これまで関わっていた同時活動も週に1から2日に縮小すると発表し、テスラの経営に集中する姿勢を示しました。この発言は投資家から好意的に受け止められ、アナリストによる目標株価の引き上げにもつながりました。FST、つまり完全自動運転の世界展開も加速しています。ノルウェーでは公道での FST テスト走行が正式に承認され、ヨーロッパ市場での本格展開に向けた第一歩が踏み出されました。エネルギー分野においてもテスラは大きな成果を上げました。メガパックの需要拡大によりエネルギー事業は最高益を更新。さらに中国のメガパック工場も稼働を開始し、グローバルな供給体制が一段と強化されています。地域戦略に目を向けるとインド市場への進出も本格化しています。
テスラは2016年に予約金を支払ったユーザーへの返金手続きを進め、インド政府の EV 輸入関税の引き下げと合わせて市場開拓を本格スタートする動きに出ています。一方、ヨーロッパ市場では競争が激化しています。フォルクスワーゲンが EV の販売台数でテスラを上回り、特にモデル Y の販売は 43% 減少しました。この結果を受けて、テスラはヨーロッパの戦略の見直しを迫られる可能性があります。また、社会面では、反テスラ活動団体、テスラテイクダウンが活動を拡大する動きも見られました。テスラだけではなく、スペース X やスターリンクにも抗議対象を広げると発表しています。さらに、クリーンテクニカからは、ロボタクシー普及による渋滞の悪化や走行距離増加のリスクについても指摘がありました。テスラの描く未来に対して冷静な視点も必要だという声が上がっています。この第4週はテスラの未来を大きく左右するプロジェクトが動き出した一方で外部からの課題やリスクも改めて浮き彫りとなった週となっております。はい。ということで、4月のテスラですけれども、まさに試練と進化が同時に押し寄せた1ヶ月となりました。納車台数の減少や株価の乱高下、各国での規制リスクなど短期的な不安材料が浮き上がる一方で、ロボタクシー事業の本格始動やエネルギー事業の拡大といった中長期の成長ストーリーも着実に進んでいます。特にプロジェクトロデオの開始や FST のヨーロッパ展開、そしてエネルギー部門の最高益更新はテスラの未来に対する大きな希望を感じさせるものでした。一方で外部からの圧力や競合の台頭、社会的リスクに引き続き注意が必要です。4月のテスラを振り返ると短期的な株価の動きに一喜一憂するのではなく、テスラが描く長期的ビジョンとそこに向かうための確かな一歩一歩をどう捉えるのかが今後ますます重要になっていくと感じます。5月もロボタクシーの商用運行開始や各市場での動きなど注目すべきニュースが続々と控えています。これからも一緒にテスラの未来を追いかけていきましょう。では本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の動画で先週の振り返りをしました。そして今日の動画で4月1ヶ月の振り返りをしました。こうして振り返ってみると、たったの1ヶ月ですけれども、テスラには毎日いろいろなことが起きているなーって実感しますよね。では、こういった流れを踏まえて、5月、6月とどうなっていくのか、テスラを応援している僕らは何に注目したらいいのか、こちらについて明日の YouTube で解説したいと思っていますので、ぜひ明日もご覧になられてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。